ヒルツ250を購入して1年が経ちました。これから購入やカスタムを検討されている方に参考になればと思い、この動画を作ってみました。よろしければ最後までご覧ください。それでは見ていきましょう。排気量は 249cc、エンジンは空冷の4ストローク単気筒エンジン、燃料供給はフューエルインジェクション方式と、年式は2021年式のカラーはグリーンとなっています。お店ではグリーンを買いに来た方が実車を見てグレーを購入する場合も結構あるそうです。1963年に公開された映画大脱走で、スティーブ・マックイーン扮するバージル・ヒルツ隊員の名前からヒルツと名付けられたそうです。乾燥重量は130キロとなっていますので、女性でも取り回しが簡単です。こちらは新型のメーターです。旧型は洗車や雨が降った際に曇ってしまうことがありましたが、この新型からはそのようなこともありません。キーシリンダーです。キーを最後まで回してしまうと、ハンドルロックの次がパーキングになっていて、ランプが点灯してしまいます。バッテリーが上がってしまう可能性もありますので注意しましょう。ハンドル右側にはセルスターターボタンにキルスイッチ。私はワイヤレス充電のスマホホルダーを愛用しています。ハンドル左側にはホーンにウインカー、ヘッドライトの廃炉切り替えボタンに先ほどご説明したパッシングスイッチが備えられています。こちらは以前の動画でご紹介したクラッチレバーです。最初に変えておいて本当に良かったカスタムです。純正のものは欧米仕様となっていますので遠くて硬いです。ぜひ交換されることをお勧めします。焼肉用の網が施されたヘッドライトです。こちらも純正はそれほど明るくありませんので交換されることをお勧めします。タンクです。カタログ的に容量が12リットルとなっていますが、実際にはタンクの上部から6センチ以下までしか入りません。なので実質8から10リットルの間と見てください。ちなみにレギュラーではなく廃屋です。関西の方には満タンカスタムがあるそうなので探してみてください。フロントホイールは18インチのチューブタイヤです。オフロード仕様のブロックタイヤなので道路上でのグリップ感は今一つです。普通にボコボコ感というかゴツゴツ感を味わえますので、こちらが嫌な人はオンロードタイヤに変えましょう。油圧式ディスクブレーキですが、正直効きがいいとは言えません。シートはヴィンテージ感あふれるデザインで、イギリスの職人さんによる手縫いだそうです。高級感はありますが若干滑りやすいかなといった印象です。あと結構硬めなのでお尻が痛くなりやすいです。ですので私は大阪にある山ちゃんのバイクシート工房さんに低反発ゲル加工をしていただきました。その後からお尻が痛くなることがなくなったので、こちらもおすすめのカスタムです。エンジンを見ていきましょう。最大出力は21馬力の最大トルクは20ニュートンメートルで5速のマニュアルとなっています。マットのエンジンについてはいろいろな話を聞きます。ST250 やグラストラッカーと同じエンジンだとか、はたまたただのコピー品だとか、私には詳しいことは分かりませんのでエンジンについてはここまでにします。念のため ST250 と比較してみましょう。ヒルツ250です。 ST250 です。タンデムステップとチェーンです。タンデムについては以前の動画でもご説明しましたが、やはり諦めた方が良さそうです。タンデム目的であれば他の車両をおすすめします。
チェーンの方も純正は伸びやすいそうで、私はこちらのチェーンに交換しました。エヌマチェーン製作所のチェーンです。こちらも交換をおすすめします。後輪も同じく18インチホイールの油圧式ディスクブレーキとなっています。こちらも以前の動画でご紹介しましたが、サスペンションのカスタムとなります。乗り心地もアップしますのでおすすめですが、柔らかくなるので荷物を乗せる際にはリアフェンダーの沈み込みにご注意ください。それでは足つきをチェックしましょう。平均身長170センチがまたがった場合です。シート高は780ミリとなっていますが、少し広がりがあるため両足べったりとはいきません。ですが片足をステップに上げるともう片方の足はべったりつくので安定します。シート高に対して決して足つきがいいとは言えません。サイドバックサポートです。ノーブランドのものですが問題なく使えています。概要欄にリンクを貼りますので必要な方はご参考ください。私が使用しているバッグです。ロングライドのサイドバッグですがかなり高価なので少しずつ買い足しました。ちなみにバッグを取り付けると後続車からの視認性が悪くなってしまうので、ナンバープレートの横にウインカーを移設しました。そして今回新たに取り付けるのがこちらのリアキャリアです。マットモーターサイクルズ仕様でデザインがマットの M になっています。こちらリリカスさんや Yahoo で購入できますので確認してみてくださいね。装着した感じはこうなりました。おしゃれですね。最後にマフラーです。こちらは運よく日本に入ってきたものなので国内には2本しかないようです。現在は特別にお借りしている状態です。マフラー系さえ合えば他のマフラーも使えるそうなので、このマフラー使えたよって方がいらっしゃいましたらぜひコメント欄で教えてください。それでは最後にマフラー音を聞いてみましょう。いいですよ。見て。これわかる？へこみ具合。若干へこんでんのか出っ張ってんのかって感じで。へこんでる。これ見ればあれなんだろうけど、実際つけるとへこんでる系なんだ。女性の方もこれで足つきが良くなります。その足、やっぱりスポンジが薄くなってる。Face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the